ません、本日はお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではすみません、簡単に自己紹介の方お願いいたします。はい、東京は神楽坂で料亭をしております雪本という料亭をしております女将の寺田あゆみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神楽坂のこの花柳界というこの芸者さんがいる世界はですね、古く江戸時代からスタートしたと言われてるんですね。で、時代の移り変わりでだんだん芸者さんの役割っていうのは変わってきていると思いますが、要はお酒のお席で、お客様との間をお客様同士の間を取り持ったり、こう場を和やかにしたり華やかにしたりっていうような役割も今でも担っていると思います。そうなんですね。芸者さんとかのいらっしゃる場って一芸さんが、お断りだったりとかちょっと敷居が高いっていう僕の勝手なイメージなんですけど、なんかそういったことそういう文化がある中ででも例えば今回のように外国人の方をお呼びしたりとかちょっとカジュアルな感じというかになってるかなと思うんですけど、そういった思いとかって。そうですね、一芸さんお断りっていうのは今でももうそういう料亭さんもたくさんあって、東京は各花柳界を一元さんお断りではないお店もあると思いますけど、京都は今もほとんど一元さんお断りでお茶屋さんは営業していらっしゃると思います。で、一元さんお断りっていうことで多分そのステータスを保つっていうところもあったり、あと昔はですね、料亭のお支払いっていうのはほぼ 100% 後請求後払いだったんですね。なので要は今日ご宴会してくださったお客様がどこか姿をくらましてしまうとお代をいただけないということで、一元さんお断りというのはご紹介があって初めてお座敷にいらっしゃる。そうなると万が一のことがあった時にそのご紹介者を伝ってその人を探したりすることもできるということで一元さんお断りだったんですけれども、今お支払い自体も当日決済していかれる方も非常に増えていますし、そうなると後払い文化もだいぶ下火になってはきているので、うちは一元さんもぜひお見えくださいというふうにしております。日本のお客様はこの花柳界芸者さんがいる世界に文化的な体験をするためにいらっしゃる方は非常に少なくてですね、本当にお仕事のこのお話をする延長で芸者さんを呼ぶっていうような方が多いんですね。でそれと比べて海外からのお客様は日本の文化を体験したいということで芸者さんを呼んでくださる方がほとんどなので、そういう点では非常に芸者さんも分かりやすいというか、何を相手が求めていらっしゃっているかがはっきりしているので、踊りをご覧いただいたり一緒にお遊びをしたりして、2時間なら2時間楽しい時間を過ごしていただくっていうことに徹せられるので、そういう点では非常に、外国人のお客様は日本人のお客様とまた違ったカラーで頑張ってお仕事できるお相手かなと思います。ありがとうございます。京都の芸者文化とその神楽坂の文化の大きな違いというか、神楽坂ならではの魅力っていうのはどういったところになりますか？似ているところももちろんたくさんあると思うんですけれども、神楽坂の特徴と言っていいかどうかわからないんですけれども、よくですね、非常に芸者衆のお姉さんたちが親切で優しい、海外のお客様には皆さんフランクというふうに評価をいただいております。確かに神楽坂の芸者衆は、良くも悪しくも非常に、フレンドリーで温かい感じはあります。なので、もちろん芸事に関してはみんな真摯にお稽古をしておりますけれども、一旦お座敷でお客様とお座敷遊びしたりするともう本当にみんながワイワイ楽しくはしゃぎながらゲームができたりするので、そういう点では海外のお客様も一緒にお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。なるほど。さあ準備が整いました。文化度の高い皆様にお送りいたします。世界の名画よりベルメール来ましたね、これね。ありがとうございます。